欧州の頂点をかけた究極の伝統対決レアル・マドリード対バイエルン・ミュンヘン、準々決勝。みんなこんにちは。にわかじゃないのだ。ずんだもんなのだ。今日もサッカーのあれこれを見ていくのだ。こんにちは。今回の話題はこちら。なんと、レアルとバイエルンがぶつかるのだ。これってどっちが強いの？どっちも強そうなのだ。どっちも強いわよ。チャンピオンズリーグ29回目の直接対決よ。欧州で一番多い因縁カードなの。概要欄から気になるとこに飛んでみてくれても OK なのだ。だからチャンネル登録どうかと浮かしてくれさいなのだ。ちゃんと言いなさい。ズンメタキファーストレグ4月7日月深夜4時、サンティアゴ・ベルナベウ、マドリード。セカンドレグ4月15日日深夜4時、アリアンツアレナ、ミュンヘン。夜の4時。それって深夜なのだ。寝てるのだ。でも見たいのだ。頑張って起きてるのよ。まずオクタのスーパーコンピューターから見ていくわよ。スーパーコンピューターってつまり未来がわかる機械だったのだ。すごかったのだ。違うわよ。膨大なデータから確率を出すだけ。そんなんあったらブックメーカーなんてなくなってるじゃん。優勝確率順位は1位アーセナル 29.95%、2位バイエルン 18.02%、続いてレアル 10.18% よ。その中ではレアルが一番低いのだ。じゃあレアルが負けちゃうのだ。もう予想終わりなのだ。終わらないわよ。それにレアルって毎年下馬評をひっくり返すチームだし、データはあくまで確率なの。ズンメタキチャンピオンズリーグ2025、26バイエルン・レアル・マドリード今季成績比較、ウェファ公式。バイエルンは10試合で32得点。1試合で平均 3.2 点も取るのだ。ずんだ餅を3個食べるより多いのだ。基準が意味不明なんだけど、それはさておき、32得点は本当にエグい数字だよね。ふむふむ。レアルは12試合で29得点か。あれ？試合数多いのに得点少ないっぽいのだ。バイエルンの方が強いってこと？得点だけじゃ勝敗は決まらないわよ。それにレアルはラウンド16でマンチェスターシティを5対1で退けてる。マンチェスターシティってあの水色いとこ？水色い？それを5対1って？じゃあ結局レアルも強いのだ。さっきバイエルンの方が強いって言ってたくせに、バイエルンもアタランタに10対2で大勝してるわよ。10対 2？ はそれもサッカーじゃなくて野球なのだ。続いては直近5試合の直接対決データ。このカードの歴史を振り返る。2つのチームは今まで何回戦ったの？ 5 回くらい。29回よ。チャンピオンズリーグだけで。29回。もうライバルを超えてただの腐れ縁なのだ。ちょっと言い方。確かに通算もレアル13勝、バイエルン12勝、引き分け4で長金差、総得点も46対45でレアルがたった1点差リードなの。1点差？ 100 年近く戦ってたった1点差なのだ。仲良しすぎるのだ。直近5試合チャンピオンズリーグスコア得点者。直近5試合か。レアルが全部勝ってるのだ。全勝じゃないわよ。2024年準決勝は2試合合計で4対3でレアルが突破。ファーストレグ2024年4月30日バイエルン2対2レアル、アリアンツアレナ。バイエルンはミュラーとキム・ミンジェで2点。レアルはロドリゴとビニシウスの PK で2点なのだ。XG がレアルの方が高いのに引き分けなのだ。XG って何だったっけ？エクスペクテッドゴールズはシュートの質を数値化したもの。レアルの方がいいシュートを打ってたのに同点。ってこと、前回やったでしょ？セカンドレグ2024年5月8日レアル2対1バイエルンサンティアゴ・ベルナベウ。あれ、セカンドレグはレアルが勝ったのだ。ホセルって誰なのだ？有名人なのだ。有名人よ。土壇場で2点入れてバイエルンのチャンピオンズリーグ突破を阻んだ英雄でしょ。まあ、こういうところがレアルの恐ろしさなのよね。土壇場で2点。僕だったらそこで諦めてるのだ。レアル、すごい精神力なのだ。2018年の準決勝でも4対3でレアルが突破してる。バイエルン戦になると別人みたいに強くなるのよね。チャンピオンズリーグ直近8試合でバイエルン相手に無敗、6勝2分けなのだ。バイエルンにとってレアルって天敵なのだ。ズンメタキでは続いてお次は直前の負傷者情報。試合の行方を左右する重要ポイント。怪我情報、つまり誰かが欠場するかもってことを、僕も怪我には気をつけてるのだ。あなたの怪我情報は関係ないから。まずレアルのエムバペ、左膝捻挫で長期離脱してたけど、本人が痛みは完全になくなったと発言してるわ。エムバペってあの超速い人なのだ。膝が完治したらもう止められないのだ。ただね、実は一時期 MRI で別の膝を検査するという誤審騒動まであったの。本人はそれも否定してるけど。別の膝を検査？病院で右手を差し出したら左手を見られたみたいな感じなのだ。ありえないのだ。そういうことよ。とにかくクォーターファイナルファーストレグには出場できそうかな。そしてゴールキーパーのクルトワなんだけど。
クルトワは大腿4頭筋の負傷で4月22日まで欠場確定。この試合はルニンがゴールを守る予定。ゴールキーパーまで怪我なのだ。レアルってなんか全体的にボロボロなのだ。大丈夫なのけ？それでもラウンド16はマンチェスターシティを5対1で退けてるんだから、そこ力があるのよ。バイエルンもノイアーがふくらはぎ肉離れで情報が錯綜してるわ。ノイアーって、あのオラオラ系世界最高のゴールキーパーが怪我なのだ。バイエルンも大丈夫なのけ？オラオラって、まあ否定はしませんが。しないんかい。クラブは代表期間明けに 100% 復帰と楽観的なんだけど、一方で復帰は4月26日という報道もあって情報が割れてるの。つまり出るか出ないかわからないってこと？それって結局予想できないのだ。そう、試合直前まで続報に注目して情報か乱作戦かもしれないし。最高峰のゴールキーパー対決も醍醐味の一つなのにちょっと寂しいのだ。ムシアラも足首痛で今季11試合しか出てないんだけど、クォーターファイナルに向けて1日8時間特訓中なんだって。1日8時間、僕のご飯の時間より多いのだ。ムシアラ本気なのだ。食べ過ぎじゃない？アルフォンソ・デイビスも今季13試合、ムシアラもデイビースも復帰できればバイエルンの攻撃力は一気に跳ね上がるわ。ズームだ。フォーメーション戦術分析。両監督のアプローチを解説。戦術分析、つまりどんな陣形で戦うかってやつなのだ。僕は226が好きなのだ。どこで聞いた布陣なのよ。6人が前線にいたら守備崩壊するでしょ。それこそ半世紀以上前よ。2バックなんて。っていうか昔は本当にあったのだ。バイエルンのコンパニ監督は4231が基本よ。4231か。それって4人が守ってて、真ん中に2人で前の方に4人いるのだ。あれ？合計10人なのだ。1人足りないのだ。わざとボケてる？ゴールキーパーを忘れてるから。合計11人ね。コンパニ監督はハイプレスで相手を追い回すスタイルで、状況次第で3バックにも変形するの。レアルを尊重しつつ自分たちのサッカーをする。ワッコンパニさん、かっこいいのだ。僕も尊重しながら戦うのだ。あなたは何と戦ってるの？レアルはアルベロア監督の433が基本。エムバペ、ベリンガム、ビニシウスの最前線は脅威よ。エムバッペとビニシウスが同じチームにいるの？それってめっちゃずるいのだ。それがレアルよ。かき集めるからね。ずるい人たちを。注目の対決構図。まず1ビニシウス対バイエルン右サイドバックのライマー。キミヒ停止で本職ミッドフィルダーが緊急起用。バイエルン最大の穴になるかも。ここが試合の鍵になるかな。キミヒが出場停止だなんてしんどくない？意外と急遽サイドバック起用の人がいいプレーしたりもあるから、そこに期待だね。相手はビニシウスなのだ。そうなのだ。やっぱ辛いよね。監督の戦術に期待の方がいいかな。次にハリー・ケイン対レアルの最終ライン。マキューはマキューはハリー・ケだからハリケーンじゃなくてハリー・ケインで、まさか毎回ケインの時に歌う気？いやいや、ケインって確かラウンド16で点取ってたのだ。いつもしれっと得点王になってるのだ。そう、ロースターターだから最初話題にならないのに終盤近くなるといつの間にかってイメージだよね。バイエルンの圧倒的ポゼッションに対してレアルがカウンターを機能させられるかも鍵ね。 58.5% ってことは半分以上ボール持ってるってこと？それって疲れないのだ。そのためのフィジカルトレーニングをしてるの。プログレッシブパスもチャンピオンズリーグ全チーム1位の 72.1 本で相手ゴール前へどんどん運んでくるわよ。ズームだ。海外の反応コーナー。世界中のサポーターや専門家はこの一戦をどう見ているのか？海外の反応？気になるのだ。まず試合が決まった直後のバイエルンとレアルの公式 SNS から。チャンピオンズリーグでレアル・マドリードと対戦して、まだ準々決勝、狛江顔。瞬間で997件。みんな興奮しすぎなのだ。チャンピオンズリーグ準々決勝でバイエルン、ミュンヘンと対戦します。公式がこんな投稿するだけでリプライが爆発してるのだ。これが欧州クラシコの格ってやつ。続いてバイエルンサポーターの声。ビビット SNS で話題になったコメントを紹介。バイエルンの方が強いと分かっていても、レアルと対戦するたびに精神的に崩れてしまうのが辛い。バイエルンファンとして本当に苦しい。崩れる？バイエルンのファンも負ける気がしてるのだ。なんかかわいそうなのだ。でも別のバイエルンファンは全然違う温度感よ。バイエルンはマドリードを支配してる。ずっとそうだ。絶対に忘れるな。支配してる？でも直近8試合で勝利ゼロなのだ。それって支配されてる方なのだ。自分のチームを信じてるんだよ。2026年にレアル・マドリードへのリスペクトを見せるバイエルンファンはバイエルンの敵だ。敵？ファン同士で対立しちゃダメなのだ。熱いね。日本でいうとトラガラファンのおじさまたちになるのかな。続いてバイエルン CEO、ヤン・クリスティアン・ドレーゼンのコメント。我々は過去の対戦ではカラーに敗れてきたが、それは大抵の場合、不運によるものだった。
今こそ違う結果が出る時だ。選手たちは試合を楽しみにしているし、スリリングな2試合になることを期待している。不運で8試合立てないってこと。僕的には実力差って言葉もたまにちらつくのだ。でも言わないのだ。言ってんじゃん。続いてレアルサポーターの声。こちらはレアルファンのスレッドから楽観的な投稿かと思ったら意外な内容だったわ。レアルファンとして今年のバイエルン戦はこれまでと違う感じがする。バイエルンは本当に勢いを持って乗り込んでくる。楽観していられない。レアルのファンも怖がってるのだ。歴史的に強いのに警戒してるのだ。これって意外なのだ。歴史があっても油断しない。それがレアルファンの賢さね。続いて選手からのコメント。まずレアルのディフェンダーアントニオ・リュディガー。ドイツ人でバイエルンの内側もよく知る男よ。リュディガーって気合入りすぎてる顔の人なのだ。なんか強そうなのだ。だから変な形容しつけるのやめてね。レアルの全員が絶対的に安定した世界クラスのチームと戦うことを十分に認識している。これ以上難しい挑戦はない。あれ、リュディガーがそこまで言ってことはマジで手強いってことなのだ。レアルも全然余裕じゃないのだ。次はバイエルンのエースハリー・ケイン。タフな試合になる。レアルとのチャンピオンズリーグはいつも激しい戦いになるものだ。でも準備はできている。我々は誰も恐れない。誰も恐れない。かっこいいのだ。僕も誰も恐れないのだ。あなたが誰かに恐れられたことあるの？グノの最後はレアルのトレント・アレクサンダー・アーノルドよ。今がシーズンで最も重要な時期だ。一戦一戦がカップファイナルのようなものだ。このクラブにはチャンピオンズリーグで勝ち進み優勝する使命がある。一戦一戦がカップファイナル。かっこいい言い方なのだ。僕も毎日のずんだ餅作りをカップファイナルにしてるのだ。ただおやつ作って食べてるだけじゃん。グノの続いて中立ファンの声も見てみるね。私のチームが決勝まで行ったとしてもこの試合の方が上だ。エンターテインメントとして試合前のワクワクとハラハラは最高レベル。決勝よりこの試合の方が楽しみってそれって相当すごいカードってことなのだ。僕も決勝より楽しみになってきたのだ。単純粋。最後に世界中のトレーダーが張り合う予想市場ポリマーケットのデータも見ておくわよ。ポリ、何？なんか難しい名前なのだ。世界中の人が予想にかけるマーケットよ。ファーストレグの勝敗予想はバイエルン勝利が 44.5%、 レアル勝利が 32.5%、 引き分けが 23.5% ね。バイエルンが一番多いのだ。やっぱりバイエルンが勝つのだ。さっきからそう思ってたのだ。ずっとブレブレだったけど。でも確かに世界の予想市場でもバイエルンがわずかに優勢。ただ接戦になることは間違いないわ。ここまでの海外反応をまとめるとバイエルンサポは苦しんでいてレアルサポも警戒している。世界中が固唾を飲んでいる一戦よ。ここからはスコア予想。データと分析に基づいて見立ててみます。いよいよスコア予想なのだ。僕としてはレアル100対50で。バカなの？現実的にしてね。 ESPN のデータアナリストビルコネリーの予想はアグリゲートでバイエルン5対4としてるね。5対4って点が入りすぎじゃないの？野球じゃないのだ。どちらも攻撃力が高いからこその予想よ。ファーストレグはレアルのホームサンティアゴ・ベルナベウ。サンチゴ・ベルナベウ。サンティアゴ・ベルナベウ。サンチゴ・ベルナベウ。まあいいか。ベルナベウってなんか呪われてる感じのスタジアムなのだ。相手チームがよく逆転されるやつなのだ。呪いじゃないと思うけどチャンピオンズリーグ直近8試合無敗という実績を踏まえるとファーストレグはレアル2対1と予想するわ。2対1か。僕もそう思ってたのだ。調子いいわね。セカンドレグはバイエルンのホームアリアンツアレナ。今季チャンピオンズリーグ9勝1敗の2ホームよ。9勝1敗？それってほぼ無敵なのだ。じゃあバイエルンが勝つのだ。コロコロ変わるわね。そうね。セカンドレグはバイエルン3対2と予想。ムシアラが戻れば攻撃は本物の脅威になるわ。つまり合計は足し算が苦手なのだ。アグリゲートバイエルンレアル4対4同点だから延長戦。それでも決まらなければ PK よ。 PK？ お祈りするしかないやつなのだ。 PK になったらレアルが強いイメージがあるのだ。ちゃんとした根拠があれば立派な意見よ。ちゃんとした根拠があればね。ちなみに2012年のチャンピオンズリーグ準決勝でバイエルンがレアルを PK 戦3対1で破ってるけどね。あれれ？アウェーゴールルールは2021年に廃止されてるから同点の場合は必ず延長 PK になるわ。アウェーボール廃止されてたのだ。僕それ知らなかったのだ。にわかがバレたのだ。正直に言えて偉いね。前の動画でも解説してたけどね。でもこれを機に覚えておいてね。まとめ今回の注目ポイント参戦。
バイエルンの火力が怖すぎるのだ。32得点、平均 3.2 ゴール。ケインとムシアラが揃ったら誰も止められないのだ。でもレアルのバイエルン戦チャンピオンズリーグ直近8試合無敗いう精神的強さは無視できない。土壇場のベルナベウで何かが起きる可能性は十分あるわ。負傷者問題、ノイアー、ムジアラ、エムバッテ、3人全員の出場可否で試合の流れが完全に変わるのだ。目が離せないのだ。データと歴史の両方から見ても本当に五分五分。こんなに予想の難しい試合もなかなかないわね。てか、ムバッテなのかエムバペなのかどっちで覚えてるの？エムバッテっていうか何通りもあるのけ？お国によっても読み方が変わったりするし、どっちでも間違いじゃないよ。僕はムバッテの方が言いやすいのだ。エムバペ、表記の方がちょっと多いけどね。てなわけで、僕の最終予想は、バイエルンは PK で勝つのだ。でもレアルが逆転してもおかしくないのだ。要するにわからないのだ。その正直さは評価するわ。ずんめたというわけで、ファーストレグは4月7日深夜4時スタート。わんわん、アベまで見られるから一緒に観戦しようね。ファーストレグまであと少しなのだ。一緒に応援するのだ。それまで寝ておくのだ。絶対に起きるのだ。何日寝るつもりよ。もしこの動画が気に入ってくれたら高評価やチャンネル登録どうかお願いしますのだ。では次回の動画で。またね。